皆様、本日はですね、こちらのポテト、新じゃがですね、と、以前使ったこちら、春巻きの皮、こちらを使って、ポテトミート春巻き、マックだけシリーズ第7弾です。やっていきたいと思います。今回はこちらのもうミートソースのカンカン。俺なんかミートソースね、普通の市販のやつよくパスタのやつも使うんだけど、イメージね、カンカンが美味しい。なんで今回はこちらの簡単なソースを使ってね、やろうかなと思います。で、以前コメントで、春巻きのやつ作った時に、ミートソースで作っても美味しいですかっていうコメントがあったんで、美味しいですよっていうのを証明したいと思います。ぜひお子さんに作ってあげてください。で、あとここにチーズがいりますね。はい、じゃあやっていきます。でね、まあもちろんリクエストというかね、ミートソースやっても美味しいですかっていうコメントがあったんで、今回こちらをしようかと思ったんですけど、プラス、今ね、新じゃがの季節で、この新じゃがを使ったレシピっていうのもね、結構リクエストがあったんで、今回中にこちらのじゃがいもも入れたいと思います。で、こちらよく水洗いして気になる芽は取ったやつなんですけれども、新じゃがはね、皮ごとやっちゃって大丈夫なので、千切りにします。で、包丁使ってもいいけど、こういうスライサー使って千切りにしても大丈夫。そうだ、これこうだ。これ緑のやつですね。いや、やばい、マジでも。はい、いや。何の取っかかりもなくいけるから。じゃあ、じゃがいも、こんな感じ。スライサーでやったら。感じでね、ちょっとまだシャキシャキ感も残るかなって感じなんだけど、一応ね、じゃがいもやったら結構すぐ料理してほしくて、やっぱ変色しちゃうんで、まあ、もし気になる方は、今回は普通にお水にさらしても大丈夫ですね。そしたら変色が防げると思います。はい。でも、こちらのじゃがいもが準備できたら、あとはとろけるチーズを作る量だけでいいんで、今回1つにつき半分使います。はい。とろけるチーズ。ミートソース。で、まあ、あとお好みでね、このミートソースに少し、ミンチの肉をね、足してね、肉感をプラスして、ミートパイ感をね、より強くしてもいいよ。今回はもうお手軽にということで、こちらのカンカンでやっていきます。で、春巻きの皮、こちらも前回と同じように斜めに半分にカットします。で、まあ1枚ずつ取り外してあげて、そういえばコメントでね、春巻きに油を塗って揚げなくても済むんだっていうコメントあったんですけども、本当にそうすれば油をね使わずに揚げる必要がなくなるので、コスト的にも安く仕上がるし、後片付けもね楽なんで、ぜひぜひ。前回はごま油を塗ったんだけど、今回はオリーブオイルを塗りたいと思います。では春巻きの皮、こちら三角にカットし終わったら、まずオリーブオイルを塗ります。ハケで。はい。で、オリーブオイルを塗った春巻きの皮にチーズを1枚乗せて、新じゃがでね、量はねちょっと少なめにしないとミートソースがこぼれやすいので、こちら大さじ1/2ぐらいかな、量的には。ミートソースを置いたら、はい、内側に入れて、で、あとは巻いていくだけです。で、最後この部分にお水をつけてあげて、はい、くっつけると。はい、こんな感じで中にじゃがいも、ミートソース、チーズを入れた状態の春巻きをどんどん作っていきます。では今回春巻き分全部使ってこんな感じでね、だいぶね量も慣れてくると思うんだけどね、最初入れたやつよりもだいぶちょっとずつ少なくなってって、その方が綺麗に巻けますね。で、ミートソースはこんな感じで1/4ぐらいは残ってます。で、じゃがいももまあ1/4ぐらい、ちょっと変色し始めちゃったんだけど、これくらい残ってるので、余ったのはちょっと僕ガレットにしようかなと思ってるんだけど、でこんな感じでね、たくさん作れると思うんで、少量の具材で。で、もし作りすぎたなって時は普通にこのまま冷凍しとけば保存が効くので、ぜひ試してみてください。じゃあ焼いていきます。で、今回も普通にもうオリーブオイルを塗ってあるので、油は染み出してくると思うから、油をね余計なものは引かなくて大丈夫です。で、適度に火が入り始めたら、もう春巻き焼いていきます。はい、こちらで、いい感じの焦げ色がつくまで、カリッとなるまで焼いていきますね。でも本当なんか一口で食べられるミートパイみたいな感じになって美味しそうですよね。で、基本的には今回はもうミートソース、こちらは加熱済みのやつなんで、中のポテトに軽く火が入ればいいだけなので、中にね生肉系を入れると結構ねしっかり火通さないと大変なことになるんだけど、今回はそこまで
気にしなくても大丈夫です。蓋をして蒸し焼きにする作業はなくて大丈夫ですね。わかるかな、ちゃんと油を塗ってるからね、表面がテカテカってなってて、ここの部分で十分焼き色がつきます。はい、じゃあ今ちょっといい感じの香りもしてきたので一旦ひっくり返します。で火は中火ぐらいで大丈夫ですよ。あんまりね油とかも何もそんな具材が多くない状態でテフロン加工のフライパンで強火にしちゃうとね剥がれちゃうんで、テフロン死んじゃうんでね、気をつけてね。こんな感じ、いいね。じゃあもうこれくらい焼き色がついちゃえば大丈夫ですね。じゃあこんな感じでどんどん他のも焼いていきたいと思います。じゃあ一応2段階目もこんな感じで焼き終わってる。いいね、この分かるチーズが溢れてる感じのところね、こういうのも含めて全然いいので、こちらで完成なので、あとは盛り付けて実際食べていきたいと思います。早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。いいですね、今回カオルエール、ガス神泡、そしてちょうどいいんだよね。しかもうわ、すげえ気泡立ってる。めっちゃ綺麗だね。神泡。じゃあ乾杯。乾杯。じゃあ早速いただきますか。はい。で一応こちらはもう焼いた後そのまんまで、こちらだとチーズを溶かしたくて、ちょっと時間が経っちゃったので、チンしたやつですね。そうなんでちょっとカリッと感はこっちはなくなってるかもしれないけど、こっち側はまだバリバリですね。そうそう。なのでまあ僕たちはねいつも通りサムネイルを撮る時間があるのであれなんですけど、皆さんはもう出来たてをすぐ食べてみてください。いいっすか。俺から言っていいの？もちろん。じゃあいただきます。うまそう。音がいい。いい。うまっ。じゃあちょっといただきます。もうこうちゃんが動画に何回もパイパイって言ってたんだけど、もう本当にパイ、春巻きなんだけど本当にミートパイ、やばい。めっちゃうまい。で普通にね多分皆さん普通にさ、なんか例えばミートパイとか買いに行っていく時さ、多分割ったことあると思うんだけど、意外とねお店とかに売られてるやつもそんなに量入ってないんだよね。でもしっかり味するんですよ。なので十分ミートソースの味します。うまっ。絶対もうちっちゃい子が超大好きだと思う。大好きな味だよね。うまい。でもチンしてる方も逆にちょっともちっとして美味しいね。うまい。いや、熱々の方がうまいね、やっぱ。だから本当に出来たてのカリカリで中のチーズがとろっていう状態で皆さんは食べてほしいですね。うまっ。マジでうまい。あっという間だね。俺多分マジで大好きすぎて一人で全部食べられるぐらいのレベル、もう20個とか。わかるわ。全然いけちゃう。熱い。ちょい焼きのとこめっちゃうまいね。ちょっと焦げるぐらい焼いた方が美味しいね。ではラスト最後の1個もあっという間でしたね。カリッとなったから。あっという間。じゃあいただきます。マジでうまい。ということで本日はですね、とろけるミートポテト春巻きおこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当にミートパイみたいな感じで、すごい出来たてはサクッとしてて、でその後時間経ったとしてももちっとして、それはそれですごく美味しい、
感じになってます。であとコメントにねインスタのコメントにいただいてた通りもうミートソースでもとっても美味しくできるっていうことがめちゃくちゃ美味しい証明できてると思うのでぜひねお子さんに作ってあげてみてください。はいということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。